はい、どうもいつもご視聴ありがとうございます。ブリジロックでございます。こういう形でするのは初めてなんで、いいのか悪いのかちょっとよくわからないんですけども、実際やってみて皆さんのコメントとかですね、反応を見ながら少しずつ何か変化を加えていこうかなと思っております。で、2024年ということで、ちょっとこういう形のスタイルをですね、今年はちょっと取り入れてみようかなと思ってますので、引き続き、視聴していただければありがたいです。はい、ということで、タイトルにもありましたけども、2023年にパタヤで宿泊したホテルについてつぶやくということで、何をつぶやこうかなとは思ったんですけども、まずざっくりと2023年に宿泊したホテルをですね、ピックアップしてみました。全部で、13カ所ですね、ホテル宿泊しています、パタヤ。で、その中で一番、よく宿泊したもの、というか、定番のホテルですね、そのあたりが、5カ所ぐらいと、あと、初めて実は宿泊したホテルも結構あってですね、それが、7カ所あったんですね。で、8カ所ありましたね。初めて宿泊したホテルっていうのは実は8カ所あったんです。で、そのうちの7カ所は動画で公開してるんですけども、まだ実は1カ所公開してないホテルがございます。で、なんで公開しないのかっていうのはあるんですけども、あまりおすすめではないっていうのが一つと、どうしようかなっていうのでちょっと悩んでるんですけどね。またどっかのタイミングでもしかしたらちょっとご紹介するかもしれません。かなり安いホテルでしたので、それはちょっとまた後ほどご紹介しようかなと思います。で、まず2023年一番宿泊したホテルなんですけども、247ブティックホテル、スイハニーにあるホテルですね。はい、もうこちらのホテルはもうパンデミック前からもずっと実は利用してまして、一番私にとっては馴染みがあるというか、ソイハニー沿いで、ソイブッカーにも近いですし、で、ホテル自体も、程よい広さと、で、清潔感もありますし、ちょっとツリータウン側はね、非常に深夜まで、バーのね、BGM が大きいので、なかなかちょっと神経質な方っていうのは、寝にくいホテルなのかなとは思いますけれども、それでも私はとても気に入っているホテルですね。立地とで価格的にもやはり利用しやすいっていうのは大きいかなと思います。続いてがスマリーレジデンスですね。こちらホテルというかゲストハウスみたいな感じなんですけども、立地が非常に素晴らしくてですね、ザ・ベースコンドミニアムですねの隣ぐらいにあるんですけども、もうセカンドロードまで徒歩1分とかぐらいの距離なので、で、こちらの、お部屋はですね、通電しっぱなしというんですかね、外出時も別にカードキーとかあるわけではないので、シリンダー上で基本的にはもう滞在期間中はずっと電源入れた状態で実は使えるっていうのが大きなポイントかなと。で、価格も非常にリーズナブルで2000円台もしくは高くても3000円ぐらいまでということで、今物価高円安の影響で非常にパタヤのホテル全体的にもうすごく値上げされてるんですよね。私が以前よく使ってたアンバーなんかも今6000円7000円とか日によって8000円とかしますし、それからスリープウィズミーですね、こちらも人気のホテルですけども、以前は3000円台だったのが今も4000円台がもう大体スタンダードですかね。はい。なんで、そういう物価周辺のね、ホテルが軒並みちょっと値上げされてるという中では非常にこのスマリーレジデンスっていうのは私にとってはありがたいなっていうのでよく利用してます。それから、次のホテル、こちらも皆さんもよくね、利用されてるかと思うんですけど、P プラスホテル。大型のホテルで、場所は、ソイブッカオからもね、近いですし、ソイエキサイトにあるんですかね。で、大きなサイズの大型ホテルで価格はだいたい3000円台ぐらいで今も利用できるっていうのは非常に
まあまあコスパが高いなとは思います。客室はね、そんなに広くないですけども、なかなかあの辺りでのホテルで探すとバランスが非常にいいのかなとは思います。続いて、トラベロッジパタヤですね。こちらも何度か利用してます。だいたい1年に1回、2回は利用しますね。うん。で、こちらのホテルは部屋はそんな広くないですし、場所はね、アベニューとかにも近いところなんで、ちょっと、どうなのかなっていう感じはするんですけども、非常に客室のバランスがいいというか、居心地がいい。個人的にはシンプルさが非常に気に入ってまして、で、シャワーのブースとかもね、広めですし、あの辺りはちょっと非常に気に入ってます、個人的に。はい。なんで、まあ、あまりホテル自体の設備とかっていう部分ではね、客室設備とかっていう部分ではちょっと広さも含めて、いまいちちょっと物足りないっていう印象があるかもしれないんですけど、私は非常に居心地よくてよく利用してますね。それから、マーチホテル。ここはもう、客室だけで選べって言われたら、私はここ1番か2番かっていうぐらい好きなホテルなんですよね。で、広くて、ベッドとかも非常にいいですし、確か液晶テレビもね、40インチぐらいかなり大きかったイメージ、印象がありますね。確かソニーのブラビアとか、なんかあったんかな、液晶テレビで。なんで、大型の液晶テレビで視聴できるっていうこと、それから大きなベッドで居心地のいい客室でからフレンドリーなスタッフ、唯一立地がちょっとねそういう物価ではないっていうところがまあマイナスではあるんですけども、まあそれでも徒歩でねそういう6とか、それからビーチの方にも行くこともできますし、パタヤ間を渡ればですね、そこからソンテウでそういう物価の方には行くことはできますので、まあまあそこまでなんか立地がねものすごく不便かというとそこまでではないですね。まあむしろ今この物価高の中でも価格3000台ぐらいで今でも宿泊できるっていうのはなかなか魅力があるかなと思いますね。はい。で、初めて宿泊したホテルなんですけども、まずココテルパタヤサウスビーチっていうホテルですね。はい。皆さん、利用した方もいらっしゃるんじゃないですかね。ココテルはタイに他にもね、いくつかチェーン展開されているといいますか、プーケットとかにもあるみたいなんですけども、私、パタヤで初めて利用させてもらって、サウスビーチって書いてますけど、全然ビーチはございません。すごい街中っていうかね、奥のとこにありますし、なんせホテルの目の前は砂利道ですから、そういう物価に出るのも非常にちょっと行きづらいな、歩きづらいなっていうのは、第一印象でしたね。はい。でも、客室自体は非常に、おそらくリノベーションされてるっていうのもあってですね、そこまで、老朽化が目立つような感じでもなかったですし、客室の広さ自体も悪くなかったです。で、朝食も中級ホテルだとこれぐらいかなっていうので、許容範囲の内容でしたので、こちらのホテルも3000円から4000円ぐらいで宿泊できるホテルっていう意味では悪くないです。唯一立地ですね。砂利道を我慢できるかどうかっていうところでしょうか。はい。で、続いて、D ホテルですね。もうこちらはもう日本人の方たくさん利用されてるんで、私がどうかを説明する必要もないぐらい本当にメジャーなホテルだと思うんですけども、そういう物価は北側にありまして、ちょっと通りからね、横入ったところなんですけども、非常に客室が綺麗で、特にバスルームのこのなんていうんですかね、水垢とかなくっていうか、水回りとか非常に綺麗だったんですよね。もしかしたらこれリノベーションされてるのかなっていうぐらい、実は私泊まった時の第一印象ってそんな感じだったんですよね。そんなにね、築浅ではないと思うんですけど、非常に居心地が良くてですね。スーペリア選んだこともあって、眺めもまずまずのところで開けてましたんで、悪くなかったですね。ちょっとあれですね、フロントのスタッフっていうか従業員の方の、愛想があんまり良くはないのかなっていう感じはしますけど、これはそうなんだろうぐらいで留めておきます。うん。そこまで神経質になることもないかなと。あと、ルーフトッププールは非常に広くて、ファランの方、ね、欧米人の方とか好みそうな感じだなと思いましたんで、ルーフトッププールこだわる方にとってもいいのかなと思います。
はい、続いて、シーナリーシティですね。はい、こちらもソイハニー沿いにありますホテルで、ね、以前からあるのは知ってたんですけども、こちらのホテル、なんかね、微妙っちゃ微妙なんですよね。ものすごくおすすめできるかっていうと、そこまでではない。でも、ありかなしかって言ったら、まあ、ありかなっていう、そんな感じのホテルです。悪くはありません。客室の設備もまずまずですし、私がアサインされた客室6階だったかなは眺めすごい良かったですしね。はい。なんで、価格とその立地っていうところを考えても別にね、そういう物価とかスリーターンとか周辺で飲まれる方にとっては、使い勝手がいいとこかなと思いますんで、はい。シーナリシーは無難なホテルという感じですかね。はい。で、続いて、セントラアズールホテルパタヤですね。はい、こちらも初めて宿泊したんですけども、結構、観光客の方がね、多く利用されている、特に、海外からの観光客、大陸、中国とかね、あちらの方の方とか利用されているのかなっていうイメージだったんですけども、実際宿泊してみて感じたのは、セントラグループということで、ブランドホテルらしい感じはありましたね。で特に、外観よりも実際中入ってからの通路とか照明の使い方みたいなすごいおしゃれだったんで、ここは好きな人はものすごい好きかもしれませんね。で、客室自体も、かなりやっぱセンスのいい感じにはなってます。唯一不思議に思ったのは、シャワーがベッドのすぐ横にあるっていうのはちょっとね、なんかどうかなっていう、そのせいもあって、若干ちょっとね、カビ臭さがね、ないとは言えない感じでしたね。そこはちょっと気になるところかなと。ただ、全体的には非常にやっぱいいホテルだなと思いましたし、おしゃれなホテルなんで、場所もね、トラベロッジパタヤと近いところで、そういう物価までね、徒歩で全然行ける範囲ですので、ちょっとおしゃれなホテル泊まってみたいなという方、これもちょっと価格がね、高い時と安い時の差があると思うんですけど、私宿泊した時は多分4000台とかだったと思うんで、それぐらいで泊まれるんだったら、ありかなという気はします。はい、続いて、ザ・キューバブティックホテル。はい、こちらはですね、なんて言ったらいいんですかね。そういう物価ではないんですよね。アスターホテルとか、あっちのアットマインドグループのホテルがある方なんですけども、コンセプトがはっきりしてるんで、そこはいいと思うんですけども、まだ築浅ですしね、設備も新しいということで、そこは、全然合格点なのかなと思います。ただ、場所がちょっとやっぱり離れているということと、雰囲気が、ハマるかどうかっていうこのパタヤに、そこぐらいですかね。ザ・キューバはちょっとね、ちょっと選ぶかもしれないですね。利用する人っていうのをね。はい。タイの現地の方とかでしたらこういうの好きかもしれません。もしかしたら。日本人の方はどうかなっていう正直感じしましたけどね。続いて、フリッパーロッジですね。ここね、一泊しかしてないんですけども、もう、こちらもね、もう馴染みのホテルなんで、皆さんのがおかしいかもしれません。ソイハチ沿いにありますホテルで、ビーチからももう徒歩1分、2分ぐらいですか。はい。もうね、すぐもう目の前には、有名な、セーラーバーレストランがありますからね。もう、はい。皆さん一度は目にしてると思います。実際宿泊してみたところ、新しい塔とね、古い塔と分かれてて、私が宿泊したのはもう古い方のね、塔だったんですけども、そんなに思ったよりも、悪い印象ではなくて、で、ここのホテルのやっぱりいいとこって朝食と立地だと思ってるんですよね。なんで、一番下のカテゴリーだとちょっとね、客室自体のデザインというか、ちょっと古い感じはするかもしれません。でも朝食は本当にお得というかおすすめなんですよね。あれだけ充実した料理が朝から食べれる。これぐらいのね、このクラスのホテルではってなると、なかなか貴重かなと思います。はい。なんで、ビーチロード沿いで、朝食もしっかり朝から食べたい方、っていう方には、このフリッパーロッジっていうのは非常にいいホテルかなと。今ちょっとね、値段が高くて5000円台とかなってるかもしれませんね。
はい。で、同じ系列のフリッパーグループで、フリッパーハウスですね。こちらも初めて宿泊して、こちらはですね、ソイナナ沿いで、セカンドロード側にあるんですよね。はい。なんで、ここはですね、ビーチロードからちょっと離れてはいるんですけども、ただ、フリッパーロッジに比べてお安いですね。私が宿泊した時なんかも多分4000円ぐらいで朝食付きで一番下の、カテゴリーの部屋でしたけども、それでもね、ありがたいのは一番下の安い部屋でもリノベーションされたばっかりでかなり綺麗でしたね。全然問題ないですね。部屋はね、コンパクトなんですけども、それ以上にこのリノベーションされた感じが、しっかり感じ取れたんで、清潔感もあったんで、で、スタッフの方もとてもフレンドリーで話しかけてくださってっていうのもあったんで、で、フリッパーロッジとおそらく朝食も同じような感じで、充実してます、バイキング。はい。なので、フリッパーハウスは非常に私気に入りましたね。まあ4000円ぐらいだったらリピートを全然したいなと思いますね。今ちょっと値段また上がってるかもしれませんけども。で、最後、動画にね、上げてないホテルって、冒頭ちょっとお伝えしたんですけども、ホテル名がですね、アイボリーパレスホテルっていうんですよね。こちらのホテル、スリープイズミーのホテル、スリープイズミーですね、ホテルから、サードロードの方にもう少し進んで、左手かなにあるホテルなんですよね。で、以前からこちらのホテルあるのは知ってて、多分他の YouTuber さんとかでも上げてるかなと思うんですよね。で、まあ私は実際ちょっと泊まったことがあったんで、3泊ほどちょっとこちらね、実は利用させていただいたんですけども、まだちょっとブログとか動画にも上げてないんで、ね、皆さんちょっとお伝えできてない状態なんですけども、価格はなぜか2000円ぐらいで泊まれると安いです。ものすごい安いです。で、客室もそんな悪くないです。悪くないんですけども、エレベーターがなかったりとか、それから、バスルームがちょっとやっぱ老朽化がね、感じられるような部分があったりとかっていうのがあって、なんかね、いろいろとこう、ちょっと目につくところっていうんですかね、微妙なところがあったんで、トータル的にまた使いたいかっていうと、あまり安くても、だったらもうちょっとお金出して他のところでもいいかなぐらいの、そんな印象でしたんで、ちょっとまだ動画には上げてないんですけども、これはちょっとおいおい、はい、機会があったら上げてみようかなと思います。ということで、ちょっと2023年ですね、パタヤで宿泊したホテルについて、もうサクッと、一通りちょっとまあ今回は紹介とつぶやくという風な感じでですね、ちょっとこういう形でやってみました。皆さんどうですかね。やっぱり P プラスホテルとかマーチホテルとかこの辺りが今多分多いんですかね、利用されてるのって。で、アンバーとかね、あと LK メトロポールとか、あとアレカロッジとかあの辺とかも本当に価格がね、もう7000、8000とか日によっては全然してるんで、ちょっとね、かなり手が出にくくなってるっていうのは正直、私だけじゃなくて皆さんもね、感じているかなとは思うんですけども、はい、私は大体もう3000から4000ぐらいのホテルっていうのを大体、もう以前からずっとそれぐらいを、基準にはしているので、4000以上になってくるとちょっと、どうしようかなみたいなね、そういうのはありますんで、はい、ということで、ちょっと今回ざらっと私が宿泊したホテルを、ちょっとピックアップしてつぶやいてみました。はい、ということで、ちょっと細かな部分についてはまた、次回以降ですね、ホテルもうちょっと触れてみてもいいかなと思いますので、一旦ちょっと今回はですね、長くなってきましたので、ここで一旦切らせていただこうかなと思います。ということで、またちょっと次回パタヤのホテルについてはですね、つぶやきますので、ご期待ください。